世界のジャパンチャンネルへようこそ。2019年に日本で始まった対韓輸出規制をきっかけに、韓国では日本製品不買運動が行われ、多くの日本企業が韓国から撤退しました。韓国のネット上には、ノージャパン、ボイコットジャパンといった言葉が出回り、日本製品が破壊されたり、使用者に危害が及ぶようなこともあったようですが、本当に日本製品は不要だったのでしょうか。今回は日本製品が必要なある乗り物に関する話題をご紹介します。韓国は日本や中国に比べて自転車の利用が圧倒的に少ない国で、首都ソウルの街角を見ても自転車に乗っている人はあまり見かけません。その理由には3つのある事情がありました。1つ目は韓国の交通事情。経済発展に伴って韓国は自動車優先の社会を築いてしまったため、自転車が街を走るのはとても大変なのです。例えば大通りになれば横断歩道が少なくなるのですが、これは自転車の走行を想定しないで道路を作ったからと言われています。そして車道の下に作られた歩行者用の地下道なども入り口には階段しかない場合が多く、基本的に自転車は通れません。また歩道を利用するときでも車が駐車してあったりバイクが走っていたりで、とても安心して走れる状況ではないのです。このように韓国では自転車の走行に向いていない通りがあまりに多いことがあります。2つ目は地形です。ソウルは特に起伏の激しい場所で、街の至るところに坂があります。そのためソウルを自転車で移動しようとすると、歩くより疲れたり時間がかかるという現象が起きるのです。このように不向きな地形の場所が多いので、韓国では自転車よりもバイクの利用者の方が多いのが現状なのだとか。3つ目は韓国人の自転車に対する意識。これが日本とは全く違うということ。韓国人の中にはヤンバン、つまり朝鮮王朝時代の上流階級という意識が強い人が多く、自転車に乗ること自体に抵抗があるようです。わかりやすく言うと、車が買えないみたいで世間体が良くない、そんな風に見られる傾向があるのですね。以上3つの理由で、韓国ではあまり自転車を見かけないのですが、実は2021年4月頃から自転車需要が増加していました。それはコロナウイルス感染症の拡大防止としてソーシャルディスタンスが広まり始めたことがきっかけ。そして韓国での自転車需要が高まっている中、あるメディアで自転車需要の最大の恩恵を受けているのは日本の自転車メーカーだという記事が出ていたことが以前海外で話題になっていました。その記事はソウル市が運営している自転車レンタルサービスタルンイに関しての内容を掲載。自転車の主な部品の大部分が日本のメーカーシマノやサンヨーの製品だったことを挙げていました。そして記事では市民の安全問題がかかっているため保守的に自転車の性能を決めた。国内の自転車メーカーとも協議をしたが、見合った国産部品を見つけられず、日本製の部品を使っていると説明。韓国内で自転車の需要が増加したことにより、韓国の自転車メーカーの業績も大きく改善され、売上高が増加しました。ただ、安全性を考えて日本製の部品を使わざるを得なかったこと、また、それによる日本製部品への依存度の高さの証明。さらに、これが日本製品の不買運動中であったことも重なり、韓国で日本製品が多く使用されていることに対して、
海外の人々からは様々な声が寄せられていましたので、その一部をご紹介します。海外の反応。韓国では日本のことを協議する価値もないと言い張っている。だったら一切日本製品を使わなければいいのに。それは無理だろう。そんなことしたら韓国はあっという間に事故の連鎖で滅亡してしまうよ。口では嫌っていても日本製品大好きよね。前に韓国人なら日本車に乗るべきではない、人格を疑われるという記事を読んだ。でも世界から見たらそんなこと言ってるやつの方が人格を疑われるよな。きっとその人には韓国の事情しか見えていないんだわ。かわいそうに。韓国政府に踊らされていることが理解できないのね。韓国人って他の国の車には乗らないの？日本製以外なら何も気にせず済むだろうに。もちろん韓国やヨーロッパのブランドもあるけど、日本車の人気もずっと高いんだよ。だって安全で性能がいいんだから。日本のシマノは性能が良くて安心できる。中国なんて安価だけど突然壊れたりするから楽しくサイクリングなんてできるわけないよ。シマノのブレーキは世界中で使われているからね。日本の優秀さに韓国はもっと感謝した方がいいよ。でも今回は珍しく日本製品を使っているのを認めていたね。ソウル市は日本製品を使ったらメディアに叩かれる可能性だってあった。でも安全性を考慮して日本製の部品も受け入れたんだろう。そう考えるとソウル市って韓国政府よりはマシな判断ができるんだな。純粋に韓国のメーカーが信用できなかっただけでしょ。もっともらしい言い方しているけど、不買運動を見て見ぬふりして都合のいい時だけ日本に頼っている感じが気持ちよくないわ。そもそも韓国のメーカーは何やってるんだろうな。事業拡大のチャンスを日本に取られて恥ずかしくないのか？まあ愛国心があれば買うよねってスタンスだからな。性能で劣ってて価格も高いんだから誰も買わないよね。日本はよく韓国に付き合っていられるね。正直国交とかこんな騒がれたらどうでもよくなってくるだろう。それな、日本は我慢強い。非常識な韓国なんて世界から省かれたっておかしくない。不買運動を徹底させて日本製品を全部捨てさせたらいいんじゃないかしら。そしたら韓国人は生活できなくなると思うけど、日頃どれだけ恩恵を受けているか今一度確認させた方がいいわ。後悔するような国民性じゃないからあんまり効果ないかもよ。何度も手のひら返したように態度変わるのは面倒すぎる。ぜひ国交断絶で。韓国は中国と手を組んで日本製品を超えようとかいう気概を見せてほしいね。日本製品を超えてもいないのに批判し続けていくのは人として恥ずかしくないのだろうか。まあ中国と韓国で手を組んでも利権争いして戦争に発展するのがオチじゃないか。もともとの国民性が似てるよな。日本の真似して楽に利益を得ようとする。そして劣化版を大量に生産して問題を起こすんだ。日本は中国と韓国の近くにあることが災難としか言えない。ヨーロッパの方に位置していたら外交問題に苦労しなかっただろう。以上が海外の人々の反応でした。
日本製品不買運動をしているにもかかわらず、日本製品の方が韓国製品よりも信頼度が高いから仕方ないといった韓国に呆れている人が多かったですね。不買運動中なのに韓国の自転車製品に日本製品が大量に使われているということに対して日本の人々はどのように感じたのでしょうか。一緒に見てみましょう。次の大統領が日本製品禁輸令を出して現在使用中の物品も廃棄させるようにすることを希望します。韓国の製造も経済も立ち行かなくなる姿を見てみたい。もう騙されてはいけない。何一つあの国は改まっていない。安全面は大事だから仕方ないなんて言葉で済ませていいの？安全や人命よりも不買が大事って言ってたのに、日本製に頼らないで頑張りましょうよ。あの国との関係はいらないし、世界も賛同してくれるから断交でいいんじゃない？世界の常識から外れる国との交流はやめた方がいい。日本からしたらすぐ裏切る嘘をつく奴らはいらんのよね。いやいや、仕方ないとか言い訳はいいんで、徹底的なノージャパンを実行してくださいな。シマノや山陽は日本のメーカーですよ。仮にも先進国な韓国がなくなるのを早く見たいものだ。買えないやつは悲願で文句を言うけど、買える人は沈黙するんだね。日本製品を否定しているけど、その日本製がなければ成り立っていないのを気づかない。選択的な不買と都合のいい言い訳はやめて、すべて日本製を排除すれば自分たちの愚かさがよくわかる。苦労せずにコピーしかしないからいいものが作れない。当然だな。自転車だけでなく必要な素材開発ができないのもそう。で、他の国に頼りきりで輸出を絞られたらおしまい。ヒュンダイは自称先進国のメーカーなんだから、自転車の製品も自力で開発してみなよ。無理だろうけど。車の部品でさえ上手に作れないのに、自転車となったら余計ダメでしょ。仕方がないから日本のものを使う。韓国のプライドはどうしたの？自転車？なーに贅沢してんだ。歩け。車は日本車を買うのは異常とまで言うのに、自転車部品は安全優先だから日本製でも仕方ないだって？こういう支離滅裂な発言をするから信用されなくなるんだよ。あの国は最後に必ず刃を日本に向けてきます。寝首を取られないように距離を十分に取ろう。よし、この場合は友好国中国製で行こう。日本製は不買なんだから中国製品の自転車を乗ってください。以上が日本人の反応でした。安全に関わることだから仕方ないと都合のいい解釈をする韓国に怒りの声がほとんどでしたね。韓国で白熱していた不買運動ですが、2023年に入ってからは日本製品の輸入が急増しており、ある韓国メディアがノージャパンは昔話、市場はイエスジャパンにという記事を出しました。記事によると、岸田総理の訪韓をきっかけに日韓問題の改善が急速に進み、訪日旅行の増加だけではなく、日本製品の品薄が至るところで起きているとのこと。日本製品不買運動が盛大に行われていた反日全盛期でも、昼は反日、夜はアサヒビールといった隠語があり、こっそりと日本製品を楽しんでいた韓国人は少なくないのだとか。
ただ韓国は政権が変われば社会も変わると言われる国。高まっていた今までの反日感情はどこへ行ってしまったのか。政権が変わった現在は反動からか日本ブームとなっており、日本製品の品薄状態に拍車をかけているのです。その記事では、韓国内でアサヒスーパードライの問い合わせが殺到して、入荷分がたったの30分で完売したという店主の話が紹介されていました。また、子供たちの間でポケモンパンが流行った際に、今までは夜な夜な父親がコンビニにポケモンパンを買いに行っていたが、現在は昼に大手を振って買いに行くことができるという声も。韓国では日本を超えて先進国になったと叫んでいた時期もありましたが、結局は日本最高、やっぱり日本製品はすごいとなっているようですね。この韓国人の言動には誰もが呆れてしまうようで、記事に対するコメントの中には、韓国人は自分で物事を考えられるのか？政府に言われるがまま、メディアに言われるがまま、都合よく操られているのでは、いつまでも自分の考えを持つことはできないという厳しい意見が。さらに、文政権とは対照に、日韓の関係を改善したいと強く願う声もあるようです。ある日本人ジャーナリストによると、韓国は政権が変わるたびに社会の空気、雰囲気もコロコロ変わり、それに合わせて皆空気を読んで行動しているのだと思います。日本製品の良さは多くの韓国の方々もよく理解しているはず。ただ、日本のものを特別視せず、自然体で受け入れられるようになるには、まだまだ時間がかかると思います。訪日観光客が増えて、リアルな日本がもっと伝わればいいですね、と語っていました。日韓の関係は一進一退を繰り返し、現在は少しずつ良い方向へと動き出し始めています。しかし、今までお互いがしてきたことを顧みて歩み寄るようにしなければ今後の発展は見込めないでしょう。動画を最後までご覧いただきありがとうございました。この動画が参考になりましたらチャンネル登録と高評価ボタンをお願いします。今回のナレーションはエリがお送りいたしました。